治療を希望されている方は、どんな奥さんはどういう症状ですか？いろいろ持ってまして、関節的に痛いのがリウマチで、関節とあとはシーグレンの他の第一関節が結構痛いので、手の使う。痛いですか？腫れてるということは？今は腫れて、少しは出てますけど、さほどまだあります。一応お薬とか飲んでるんですけど、自己免疫の抑えるものなので、結構喉とかもやられやすい。橋本病ということを書いてありましたね。でもそんなに数値的には高くないんですけど、自覚症状として関節に出てきている形なんですけど。橋本病とそれとは結構つながってるんですか？つながってます。リウマチというと、橋本病になると、そういうリウマチ系の状態も出やすいということですか？それは橋本病っていう2年前。2年前。はい。手は去年ですね。その2年前の橋本病って言われた時には手はあまり意識しなかった。その時は物のが圧迫される形でちょっと膨らんでる形がしたので、言ったら橋本病ですって形で。今喉どうですか？お薬飲んでるのでそんなひどくはなってないですけど。要するにその橋本病での、薬をできれば減らしたいと。お薬は多分減らしてはないんですけど、どっちかというとリウマチの方の薬の方が減ればと思うんですけども。サイトカイン療法。どういうのですか？免疫力を弱める注射です。はずっと打ち続ける。週に1回。免疫力というかサイトカインは変形をするのを抑えるための注射なので、自己免疫力を出すのは飲むお薬の方で別でやってるんですね。その薬とか注射を減らしたいということではなくて、今ある症状を少しでも楽になりたいと。そうですね。そっちの方ですか？それはそのリウマチ用のその症状のことを今おっしゃったわけですか？でリウマチの薬が結構強いので土日に飲むようにしてるんですけど、やはりだるくなっちゃうで土日何もできないような形になるので、できれば少しずつ減らしても関節に影響がなければ一番いいんですけれども。じゃあ関節がリウマチ療が痛くなくなれば薬も飲む必要もないから、じゃあそれが減れば、そういう症状も減っていくので、そんなふうになればということです。そうですね。一番それはいいですけど、あとは日常生活でやはり節々がこわばるので、動きがどうしても緩慢っていうんですか。手だけですか？足首もある。ですから歩いてしゃがむとかがこわばってる時はしゃがむとコロンと後ろに行きそうな感じというか、バランスがすごく取れなかったりとかするので、そういうのが今手もちろんこわばってるわけですね。今日はまだ少しいいです。お薬飲んできているので。今でも症状は自覚あるんですか？今でも少しありますけど、今はどっちかというとシェーグレンの方が第一関節の方が使ってる形なんです。それは自覚今あります？あります。両方が？両方あります。どっちが今強くあります？右側ですか？はい。左手で手をオーバーして右の頭触ってください。それは大丈夫です。はい。もうちょっとね。もうちょっとね。ちょっと前。はい。それでちょっと定着してください。触った時と触らない時って変化あるでしょうか？触らない方が痛くない。触らない方が痛くない。触ると痛いんですか？そのこわばりが出ます。そうなんですか。別のこともあるんですね。じゃあ手ちょっとやって。それと足、スカットですね。かがんで、もうちょっと後ろぶせますよ。
もう一回、この感じですよね。でちょっと歩いて、これは今貼る前の状態ですけども、これを貼って、でそれでちょっと歩いてください。楽ですかね、絡んで。あ、楽です。楽ですか。ああ、で手。だんだん楽になって。じゃあ違う可能性ありますよね。それは何かというと、こっちの分野ですよ。宇宙と地球とあなたの不思議な関係、ここにこうずっとこう書いてあります。こう鬱になったり、鬱とかそうとか、どちらかというと鬱系ですよ。どうですか。確かに症状出てからはやっぱり前は結構運動とかしてたんですけど、運動してたんですけども、痛みとかあってから全然。まあ橋本病ですから、甲状腺の問題ですから、こう低下症ですよね。だからこういう気分が悪くなるしということもあると思うんですけど、じゃあ橋本病はどうして起こるのかと。橋本病から始まってるから、じゃあなんで橋本病と言われるのか、甲状腺の問題が起こるのかという、私はその前をやってるんですけど、その前です。その前に対する効果なんですよ。橋本病といって甲状腺に対して甲状腺が運動で甲状腺を失うためにどうのこうのじゃなくて、なんで甲状腺がそうなったのかということを解決できる分野なんですよ。だからもっと先なんですけども、それってどこから来てるのかというのがあるわけですけども、もう一回取りますよ。こちらに来て、カメラに向かって、普通に歩いてください。歩き方見てください。歩き方を。はい。普通ですね。はい。この感じですね。で、こちらに来てもらう。全く違う人。見て分かる人は分かるんですけど、手つないで、で、まっすぐ前に普通に歩いてください。2人とさっきとの歩き方、それさっきの歩き方と今歩き方がどう違うのかということをやっぱり感じながらですよ。はい、歩きます。ああ、ぴったり出てますね。いや、その感じですよ。で、それで手を離して、で、2人と歩いて、はい。今の手つないだ時と今一緒に歩いた時違う。分かった。分かった。違う。何かというと、もう沈んでるんです。片方は浮いてるんです。よく分かったでしょ。全然違ってましたね。こうもう一回歩いて。見てくださいね。はい、歩いて。で、そこで私言いますから、彼女のような状態は今歩く時に当然に床の上歩いてるんですけども、彼女の頭の中では床よりは3ミリです。3ミリ下です。床よりは3ミリ下が床だと思ってるわけ、脳は。だからこの床よりも下の方を踏むんですよ。奥歩いてみて、床よりも下歩いてるわけの感じです。で手つなぐと今度、はい、歩いてみて。今は床の上歩いてるわけ。今わかります？まあ、軽いのはわかります。今は手つなぐと床の上をで一人で歩いて、今彼は床の上を1ミリ上を歩いてるんです。脳は床よりも1ミリ上が床だと思って歩いてるわけの状態で向こう行って、で手つなぐと床の上を歩くんですよ。2人ともそうです。はい、手つないで、はい、2人とも床の上を歩いてる。これこれを地球人って言います。で普段は地底人こちら宇宙人っていうそんな状態なんですよ。でそうなると出てくる情報は全部逆転します。全部というよりは逆転したりしないものもあるんですけども、だから情報が読めない。情報
めないんですよ。自分より下にいますから、だから情報が読めないんです。でそれを正常にしないと。だから正常にするために手をつないでもらうか、まあ、ご主人のこと考えればこっちの方が安心できるでしょうから、これを貼っといてんで歩いてください。今貼ったんですけども、貼るとさっき一人で歩いた時と彼と手つないだ時とどっちに違いですか？僕歩いて。歩いてた。地上歩いてる感じがします。ということは、さっき一人で歩いた時か彼と手つないだ時か、な感じですか。手つないで歩いてる時の感じでしょ。はい、だから彼はもういらないです。今その状態でちょっと手チェック。彼女はリウマチで指の先が痛くてこれが辛いということだった。足の裏も、辛いということだったんですが、今どうですか？楽になってます。なってますよね。じゃあいいですよ、されます。っていうことが起こります。それではその人よくショットを飛べば効果が上がればいいんですよ。私がいじらんで感じなく良くなればいいわけですから、もうそれでいいわけですけど、でもそれが一体何なのか知りたいですよね。これはシルクの布なんですけど、それを印刷したんですけど、それは何かというと樹木です。樹木、木です。木なんですよ。ある土地に行くとその土地の影響を受けるっていうのがあるんです。そういう土地の影響を受けて、そこから出ればまあ影響を受けるというのがあるんですけども、そこから出るとそれがその影響が消えるというのがあるんですけど、中にはその土地って影響を受けたものがそこから離れてもその影響が抜けないというのがあるんです。でそういうものを取る場合には神社では御神木というのがあるんです。御神木は神社は人が入ってきちゃいけないところです。聖地です。人が入っちゃいけないんです。だから鳥居を作ってここから入っちゃダメですよっていうことを知らせてるんですけど、今勝手に入ってくるでしょ。入ってくることで影響を受けるんです。だからできる限りそういう場所は入らないようにがいいんですけども、その影響をどっかで受けちゃってる。うち隣が神社だ。だからずっと影響を受けたままですよ。だから影響を受けてるんですよね。だからそれはそういうところに住んでても影響を受けないようになってるんです。今それがね。だから多くの人がいろんな病気症状で病院そのいろんなまあ言えばこれに書いてあるうつです。うつ症状、うつとかそうとかありますけど、うつっていうのが今言った沈みなんですよ。それを長くほっとくとだんだんそんな状態にこうなっていくわけですけども、それを病気で薬で治したりいろいろする必要はないんです。そのご神木を持てばいいんです。そんなこと分かる人はいないですから、まあ、私はそれをもう何年前にそれに見つけて、そういうのを作ったわけですけども、だから私のセミナーを受けてる、もう長い人にはみんな渡してるんですけども、そうするとしかしも8割の歯科の症状はこれで全部治っちゃうって言うんですよ。重症の患者も8割はこれで終わってしまう。そうすると治療費取れないというので、今は使わない人が多いですっていうことにしてるみたいですけども、これがあるとそれで効果が出ちゃうんですよ。それはそういうシステムがあるからです。人間にはね、地球に生きる場合にそうなってるんです。